こんにちは、大輔です。5月25日に日本政府がね、水際対策を6月末までね、延長するっていう発表がありましたよね。これね、入国拒否の国を増やすっていうニュースだったわけなんですけど、今回ね、追加された国を含めると、すでにね、111カ国の外国人が日本に入国ができないという、そういうね、状況にあるとのことなんですよね。今日はね、海外渡航ができないことの影響によるとっても悲しい、真実がね、目に留まりましたんでね、皆さんにお話ししたいと思います。それはね、親の死に目に会えないっていうね、なんとも言い換えがたい話なわけなんですよ。5月中旬に報じられていたね、韓国人のある男性の話なんですよね。イ・カンソクさんっていう方のニュースなんですけど、このイさんがですね、4月の末に韓国にね、いらっしゃる、彼のね、母親が亡くなったみたいなんですね。で、その連絡を受けて、皆さんそれ連絡受けたらもうすぐ帰りますよね。なんですけど、世の中はね、コロナの水際対策の真っ最中ということで、なかなかね、帰るにも帰れなかったっていう話なんですけど、これね、なんで、悲しい話になったかっていうとですね、もし一度韓国に帰国をしてしまうと、日本へのね、再入国ができないっていうことなんですよね。その水際対策によってね。で、記事にはね、イさんが何をやってる人なのかっていうことは詳しく書かれていなかったんですけど、これね、推測するからにね、イさんっていうのはおそらく日本に仕事があって、もしかしたらね、家族もいたのかもしれませんね。で、要するに、片道切符で出国してしまうと、生活を失いかねないっていうことがね、あったんじゃないかなと思います。で、結局、このね、イさんって、本国でね、喪主を務めることができずに、四十九日のね、法要に間に合うように韓国に帰国をしたいっていうことを語ってたみたいなんですよね。皆さん、どう思いますか？この話。ちなみに、日本の入国管理局って法務省の管轄なんですよね。なんで、入国ルールの大元っていうのは、法務省が定めたものに従いますよっていう、そういう話にね、なるわけなんですよ。なんで、このね、記載確認してみました。自分自身でね。法務省の記載はね、こんな感じでしたね。111の国、地域に滞在歴のある外国人ですね。特段の事情がない限りは上陸を拒否すると。要は入国ができないってことですね。日本への入国ができないこととしますと。で、そうなるとね、この特別の事情っていうのが何なのかって気になりますよね。このイさん、という方はね、その母親が亡くなったっていうのが特段のね、事情に当たるんじゃないかっていうふうに思ったようでした。それはそうですよね。僕もそう思いますよ。イさんのね、立場だったらね。ってことで彼がね、法務省に問い合わせをしたみたいなんですよね。で、その担当からね、の回答が、例外はない。とにかくダメだ。っていうね、回答だったようなんですよね。これね、もし自分が逆の立場だったら、言葉を失いますよね。ショックというかね、ちょっと何も考えられないくなっちゃいますよね。で、ということで、僕もね、自分の目で法務省のね、ウェブサイトっていうのをもうちょっとね、確認してみたんですよ。このね、特段の事情っていうのが、どういうことなのかっていう話なんですが、それ、ちょっとね、こちらに、載せます。ちょっとね、文が多いんで、見づらくて恐縮なんですけど、ちょっと解説しますね。で、ここに書かれていることっていうのが、水際対策が強化されるっていうことで、11カ国がね、入国禁止の対象に加わったわけなんですよね。で、それに際して、この特段の事情が、ちょっとね、ここに記載されてたんで紹介します。このね、27日に入国禁止が開始される前の日付に再入国許可を持った形で、すでに出国している人ですね。この人たちっていうのは、
日本への再入国が一応特段の事情があるっていう扱いになって許可されるということなんです。そういうことがこう書いてあります。で、これって言い換えると、入国禁止が開始された後に出国する人っていうのは、もう原則として特段の事情がないものとすると。そういう定義になってる模様なんですよ。で、これってかなりきついルールっすよね。で、これね、他の国でどうなってるのかっていうのも、ちょっとね、調べてみました。こんなの日本だけなんじゃないのっていうふうにね、ちょっと思いまして、調べてみたんですけど、入国拒否のね、措置を行ってる他の国で、例えばね、ドイツがありますけどね、ドイツは長期滞在の許可がある外国人っていうのは、再入国認められるということのようですね。で、オーストラリアなんかは、再入国は、一応多分禁止されてるんですよね、これは。禁止されてるんですけど、申請できる基準が、その人道的な配慮が必要な場合は、その再入国の申請を受け付けるということが公表されているようなんですよね。で、カナダに関しては、永住者の家族であれば、入国できるというような取り決めらしいので、こういう問題に、特にね、日本にいらっしゃる外国人の方で、こういう問題直面してる人って、結構いるんじゃないですかね。要するに日本国内に生活基盤がある外国人全てっていう話になりますよね。仕事があったり、家族があったりっていう人ね。片道チケットでね、本国に帰れない人ってやっぱ一定数いますよね。で、これもし、無理にね、帰国したとしても、故郷にね、自分の居場所が、ある人ばっかじゃないでしょうしね、仕事がなければ、それはそれで立ち行かないわけですからね。で、日本にね、拠点を持つ外資系の企業の、社員さんっていうのは、大体やっぱこういうケースに当たるんじゃないですかね。だからこの問題って結構致命的ですよね。緊急事態宣言中にどうします皆さん。身内に何かあったって言ったら、親がね、既得とか言われたら、それ多分ね、僕もう新幹線乗ってすぐ帰りますよね。だからこれが海外だとそうもいかないっていうね、怖いですよね。怖いっていうか、悲しい話ですよね。逆にね、法務省の立場に立って、これね、考えてみたときに、それはそれで結構悩ましいなって、ちょっと自分自身思ったんですよ。逆にね。それなんでかっていうと、その親族の死亡だとか、もしくはその既得の状態にあるっていうことを、認めるための方法、証明させるための方法っていうのを提供できないといけないんですよね。なんで、その人が言ってる親が死にそうだとか、もしくは死んでしまったとかっていうことが正しいかどうかっていうのを審査する必要がありますよね。なんで、逆に言うとね、悪意を持ってそういうことをそういう言い訳を使うような人っていうのも、やっぱ中にはね、一定数いるので、そういう人のね、嘘を見分けられないと入国管理ってそもそも成り立たないわけで、それやろうとするとね、その親族を証明する書類を国家間でやり取りするとか、死亡診断書だとかね、既得状態であるっていうことが、医療機関がね、証明してくれるとか、なんかそういう手はずを考え始めると、こういうね、特段の事情だけを通すって結構それはそれで、ハードルありますよね。だからね、仕組み作りをする側の人っていうのはね、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。で、このね、イさんの件っていうのは、衆議院の外務委員会でも、話になったみたいです。再入国を許可するね、例外っていうのを、明記すべきなんじゃないかっていう話がね、こういう主張されたシーンもね、あったみたいです。で、ヤフーニュースを見る限りだと、茂木外務大臣がね、人道的配慮が必要な方々っていうのは再入国ね、許可する方向に、考えてますよ。なんていう発言も、しているようなので、日本に滞在する外国人の友達って結構僕何人かいるんですよね。なんで、この話が、いい方向にね、進んでくれるっていうのを、祈りたいなと思います。で、今日はね、そういうちょっと思うことがありまして、
動画にさせていただきました。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。